皆さんこんにちは、ランタルです。これは僕の愛用しているポータブル電源で、両方とも出力が 1000W あるんで、車内で電気を使った車中泊をするにはすごく便利で、めちゃくちゃ愛用してるんですけども、これ一つ問題がありまして、というのが出力も高くて容量も大きいのに、両方とも車での走行充電ができないんで、移動をしながらの車中泊をする際にはどこかで充電をしながらじゃないと旅が続けれないんで、なんかいい方法はないかなというふうに思ってましたら、今回ねこちらの電源をメーカーさんから送られてきたんですけども、これが思ったよりもちょっと使える電源だということが分かったんで、今回はねこちらの電源をちょっとねしっかり紹介させていただきたいと思います。はい、ということでね、今回紹介させてもらうのはこちらのスパリー社の出力 1000W のポータブル電源ですね。容量は 297,600mAh の 1101Wh で、 AC 出力は最大 1000W で、周波数は 50Hz、60Hz 切り替え式、サイズは 192mm の奥行きが 303mm っていう寸法で、重量が 11.5kg になります。だからこのサイズの電源にしてはね、サイズは小さくて重さは普通っていう格好ですね。で、あとこれねちょっと特徴的なのが、電源自体はねファンレス電源なんで、めちゃくちゃ静かな電源です。で、付属品に関しては AC アダプターと、あと DC のね充電ケーブルが付いてました。これはね走行充電を可能にするケーブルですね。で、通常はあとマニュアルがあるんですけども、今回僕の分はねちょっと試供品ということでからマニュアル付いてませんでした。ですけどもね操作は簡単なんで、マニュアルなしでもね説明できるんで、ちょっとパッと本体の方を説明させてもらおうと思います。でねまずはねフロントパネルの方を見ていこうと思うんですけども、こちらが機能の切り替えボタンで USB、 これはね USB ここのポートを使用する時のスイッチですね。ちなみに通常のものが2ポートとタイプ C のものがね2ポートついてます。で DC ボタンは DC12V の出力で、ここをねオンにすればこんな感じでね DC のマークがつきます。ちなみに USB はこんな感じでタイプ A とタイプ C、 あと LED とか AC とか押したらね各自ランプがつくようになってます。でここのポートは DC 出力なんで DC12V の冷蔵庫とか炊飯器とかが使えるポートではあるんですけども、例えばねたけるくんでご飯を炊こうとした場合には、ここの出力が 12V 以下だと炊き上がりに時間がかかったりとか、出力が足りなくて冷蔵庫が動かないっていう場合があるんで、ちょっとね調べてみようと思うんですけども、これですねボルトチェッカーを使います。でこれをつなげてみると、よっと、お、出ました。出たんですけども、これ 13V 出てますね。すごいです。バッチリです。12V 以上であればきちんと様々な家電が動くんでバッチリですね。ですのでね、出力に関してはね問題ないようです。で、隣のランプが LED なんですけども、これがねこの本体にはここに LED がついてるからライトがついてるんで、言い方変えたら容量 1100Wh のライトになるんですよね。で、ちょっとねつけてみようと思うんですけども、長押しでオンですね。淡い色のねライトがつきました。こんな感じですね。消費電力はねこう 5W になってますね。で、もう一回押したら、今度後ろがつきましたね。明るいです。で、この時も 5W で、もう一回押したら前後同時について消費電力 10W ですね。で、最後は点滅ですね。はいはい、もう一回点滅、了解。で、最後にね AC 出力なんですけども、これ AC をオンにするとこれランプ今つきましたね。で AC が使用可能になるんですけども、これねちょっと僕いくつか気になっていることがあって、というのがこれ商品の紹介ページには100から 120V っていう風に書かれているんですよね、出力が。で AC 出力が 100V だったらちょうどいいんですけども、 110V とかになったら消費電力が 1.2 倍ぐらいになったりとか、 120W になってしまったらもう 1.4 倍とかに跳ね上がるんですよね。で、まともに家電が動かないんで、ちょっとね実験してみようと思うんですけども、これボルトチェッカーですね。ちょっと挿してみます。そしたらぴったり100ですね。これ100って書いてあるんで、これぴったり 100V です。だから今 100V で出力されてますね。これはねすごいですね。海外の電源なんかは、ここは日本と海外共用のものは 110V になってたりするんで、例えば 200W の家電をつなげたら 240W の消費電力になったりとか、ちょこっと家電 260W なんですけども、あれをつなげたらね 340W ぐらいになったりするんですけども、これだったらねちゃんと出るんで、めちゃくちゃね使いやすいと思います。ちなみに今ここに009とか出てますけども、これはね AC をオンにしたら
8ワットから11ワットぐらい、1時間に使うそうなんですよね。これはね、どの電源でもよくあることなんですけども、ですんで、AC をオンのままにして放置してたら、約110時間ぐらいとかで空っぽになっちゃうんで、使わない時には AC をね、オフにしてバッテリーをちょっと保存させてやるのがいいと思います。あとね、ごめんなさい。この分ね、電源すごいのが、めちゃめちゃ簡単な方法で、周波数の切り替え可能で、電源ボタンをね、3回クリックしたら、ここがね、赤から緑に変わって 50Hz に切り替わるんですよね。ですんで、西日本だったら 60Hz、東日本だったら 50Hz っていうのが、このボタン3回クリックだけで切り替えれるんで、日本全国の家電が 100V の出力で使えるという電源なんで、これはすごいですね。はい。でね、ちょっと順番バラバラなんですけども、本当はね、僕、順番的にはここで、まずは充電をして、満充電にしてからこれ、AC 出力とを実験するんですけども、メーカーさんの方から、最初はね、バッテリーしっかり消費させてから、それから充電してくださいっていうふうに、一言言われましたんで、ですね、ちょっと、続いてね、AC 出力の実験に行きたいと思います。はい。もうね、パパパパッといきます。はい。ということでね、まずはね、チョコト家電から行ってみたいと思います。これは消費電力 260W のホットプレートですね。で、AC 出力は 60Hz でいきます。こちらがね、西日本なんで 60Hz でいきます。ということで、オン。そしたら、ここで 267W が出てますね。で、こちらで 273W です。OK ですね。全く問題ないです。じゃあね、もう次々行きましょう。はい。お次はね、IH クッキングヒーターをもう行ってみたいと思います。これはね、アイリスオーヤマさんの、1000W ぐらいの出力のあるヒーターですね。で、こちらをオンにするんですけども、もういきなりね、火力3からいきます。そうしましたら、消費電力 511W で、こちらがね 523W で出てますね。全く問題ないです。どんどんね、ちょっと火力上げてみましょう。とりあえず 1000W までは普通に動くらしいんで、火力4、678W の約 700W ですね。はい、問題なく動いてます。で、最後に一番強い火力5なんですけども、こちらが 797W ぐらいで、こっちが 830W ぐらいですね。1000W 切ってる状態です。ですけども問題なく動いてますね。ですんで IH で調理することが可能ですね。ただしね、ちょっとファンレスなんで、夏場に長時間使ったらちょっと途中で止まるかもしれませんけども、これはすごいです。はい。で、お次はね、ちょっと電気ケトルいってみます。これはね、定格消費電力がね、900W のケトルですね。で、これをちょっとオンにしてみると、950W ぐらい出てますね。で、こちらもね、1000W 超えました。超えましたけども、ちゃんと動いてますね。安定してますね。問題なく使えてます。で、今ね、1000W で動かしてるんですけども、別段ね、熱を持ってるような感じはないです。はい、沸きました。ボコボコですね。なんですけども、電源もね、止まることなくしっかり動きました。でね、気になってる方もいると思うんで、ドライヤーなんかもね、使ってみようと思います。これはね、定格消費電力がね、1000W のドライヤーです。で、これをね、60Hz の状態で使おうと思うんですけども、問題なく使えてますね。熱い熱風出てます。ですんでね、ドライヤーもこれ使えますね。すごいや。おおOK。ということでね、次はね、電子レンジを置いてみたいと思います。これはね、ターンテーブル式の電子レンジで、西日本仕様のものなんで、周波数は 60Hz で、定格消費電力が 1100W もある電子レンジです。で、ちょっとね、能力的には厳しいかもしれませんけども、ちょっとやってみましょう。ここはもう適当でいいんで、とりあえず3分ぐらい回してみますと、動いてますね。1200W いってます。1300W 超えましたね。あ、止まりました。1300W を超えたら、なんかちょっと表示がおかしくなってから止まるようですね。で、AC が多分ね、安全機能かなんかで落ちました。あ、ちょっと止めよう。ですんで、60Hz のターンテーブル式の電子レンジは、消費電力が 1300W ぐらいを超えちゃうんで、使えないようです。なんですけども、ちょっとね、もう一個気になることがあるんで、試してみたいと思います。はい。それがね、こちらの電子レンジですね。これはね、50Hz、60Hz に両対応の電子レンジで、
ヘルツフリーと呼ばれるタイプの電子レンジですね。定額消費電力が 60Hz の場合は 1250W あるんですけども、50Hz の場合はなんとね 920W しかないんで、これね使えるんじゃないかと思うんで実験してみたいと思います。ということで水を入れて、ここですね、ここを3遍押して今 50Hz に切り替わりました。でこの状態で動かしてみようと思うんですけども、1分間スタート。そしたら990、999、1000超えましたけども戻ってるんで、これいけますね。1000W 以下の状態でうろうろしてるんで、これはもう使えてる状態ですね。はい、すごい。おー、すごい。これいけるんですね。でちなみにね、今触ってるんですけども、ちょっと暖かくなってきた感じですかね。多分ですけども、30度ぐらいかなの温度はあると思います。40度はないと思います。安定してますね。大丈夫ですね、これだったら。はい、いけました。オッケー。中にある分も触れないぐらい熱いです。熱々になりました。ですんで、この電源、電子レンジも動かせますね。すごい。これ6万円台なのに電子レンジ動いてます。で、どうしましょうかね。ちょっとね、もうちょいだけ実験してみます。はい。ということでね、ちょっと最後にね、エアコンをね、実験してみたいと思います。これはね、50Hz、60Hz の周波数のね、切り替えに対応してて、少ない方だと 490W なんですけども、起動電圧が確か少しいったはずなんで、これをね、実験してみたいと思います。はい。今 50Hz の状態でいくんですけども、電源オン。そしたら、はい、一瞬790出てましたけども、動きましたね。問題なく動きました。すごい。で、今400何十ワットなんですけども、ちょっとね、落ち着くまで待ちます。はい、ということでね、数分が経過しました。今もうね、めちゃくちゃ涼しい風が出てきてます。で、この時の、消費電力なんですけども、607ワットと表示されてますね。こっちが584なんで、約600ワットですね。ですんで、約2時間ぐらいはこれ、そのまま連続運転をすることができるっていう格好ですね。で、外側、温度変わらずっぽいんですけども、どれぐらいだろう。37、8度ありますね。はい。で、ちなみにね、内部なんですけども、内部のセンサーが50度を超えたら、安全装置が働いて電源はストップするそうです。ですけどもね、今の状態だったらまだまだ問題なく動きそうですね。はい。で、ちなみに、この分、使用できる家電のワット数を聞いたら、今さっき返事が来たんですけども、こんな感じですね。1001から1200ワットまでは10秒間動くけども、1201ワットを超えたら2秒間で止まるそうです。ですんで、残念なことに、僕も大好きなこのノンフライヤーなんですけども、この状態でオンにすると、これは1230ワットの消費電力があるんで、はい。こんな感じでね、10秒持たずに落ちるっていう格好になっているようです。なんですけども、このノンフライヤーに関しましては、これはね、定格消費電力が 1000W なんですよね。ですんで、ちょっとね、50Hz の状態で、これをね、回してみますと、ここは 1001W 超えてるんですけども、ここが 960W だからかな。1000W 超えてないんで、10秒で止まらないんですよね。ですんで、このノンフライヤーは多分ずっと使い続けれることができるタイプのもののようです。すごいですね。はい。ということでね、AC 出力に関してはもうちょっとかなり理解できたんで、次はね、充電実験の方行ってみたいと思います。ちょっと準備します。はい。ということでね、充電の方を見ていこうと思うんですけども、この分にはね、付属品が AC アダプターと DC12V の充電ケーブルがついてきたんですけども、これ実はね、その他にソーラーパネルによる充電と PD3.0 の60W でのね、入力が可能になってます。ですんでね、40電に対応してるんですけども、なんかね、同時に40電可能らしいです。なんですけどもね、ちょっと今回ごめんなさい、マニュアルがないんで、その辺がね、はっきりわからないんで、今回ね、わかる範囲の充電だけさせてください。すいません。はい、ということでね、まずはちょっと AC 充電やってみましょう。後ろにポートがあって、こうですね。で、つなげてみるんですけども、こうですね。こうしたら、ここに表示されるんですけども、187W で充電できてますね。あ、結構早いですね、これ。これだったら、6時間から7時間で満充電になるような格好ですかね。結構早いです。ちなみにね、AC 切っても変わりませんでした。
はい、ということでね、ちょっと違う充電方法も試してみます。はい、ということでね、こんな感じで接続しました。シガーソケットにつなげている状況ですね。で、このケーブルはね、なんかすごいグッと差し込むような感じでから、グラグラせずにね、安心感あります。で、エンジンをちょっと変えてみるんですけども、そしたら約 90W ですね。90W で充電できてます。ですんで、約12時間ぐらいで満充電になるという格好ですね。これはありがたいですね。走行中に充電ができるんで、移動しながらね、本体に満充電できるんで、いい感じです。で、ちなみにね、この状態でどうやら DC 出力は使えないんですかね。ボタンを押しても、ここに反応がないんで、ここから入力してるときには DC 出力はちょっと使えないんじゃないかと思います。でもね、USB は使えて、あと AC 出力も使えるようですね。はい。で、最後にね、ソーラーパネルからの充電も可能で、この、本体は 18V から 24V までの入力電圧が可能とのことなんで、ソーラーパネルなんかでもね、発電ボルト数が 18V 以上のものだったら接続できるようで、うちにはね、スワオキさんの 150W のソーラーパネルがあって、これ、出力がね、18V とか 20V とかって書かれてるんで、これはね、使えると思うんで、ちょっとこの分で充電してみたいと思います。はい、ということでね、ちょっとこんな感じでね、ソーラーパネルをつなげてみました。はい、ということでね、こんな感じで今接続してみました。150W のソーラーパネルですね。で、この電源にはね、こういったケーブルがついてなかったんで、これを、自分のね、在庫の中から今接続してみたんですけども、こういう時の発電ワット数が 75W とか出てますね。これすごい出てます。 76W ですね。 150W のパネルで 75W 今出てました。天気はこんな感じで、ちょっと雲があったりとかして絶好調ではないんですけども、 150W のパネルで 75W ぐらいで今充電できてました。で、この電源ちょっと面白いのが、走行充電と太陽光充電が同時にできるらしいんで、ちょっとね、やってみたいと思います。ということでね、こんな感じでソーラーパネルを置いてみました。で、今車にエンジンかけてシガーソケットから電源を取ってるんですけども、両方接続したら、見えますかね、ごめんなさいね、ちょっと映りづらくてから、はい、120W ぐらいでね、表示されました。さっきね、DC12V 単体での充電が 90W だったんで、ソーラーパネルをつなげたらね、プラス 30W になりました。とりあえずね、でも電圧が低いんで、あんまりしっかり充電できてないような格好だと思います。で、ちなみにね、この車にはね、屋根にもパネルが積んでるんですけども、ケーブルが届かないんでね、今こんな感じでつなげてます。でね、ちなみに走行充電とソーラーパネル充電を同時にする際にはこういう風に接続するんですけども、停車時にはね、これをこっちを抜いて、ソーラーパネルをこっちにつなげれば、こんな感じでパネル単体で大電流で充電ができるようになるんで、走行時にはこれ、停車時にはこれみたいな感じでね、切り替えるようにすればしっかり充電できるんで、めちゃくちゃね、便利なんじゃないかと思います。よし。ということでね、充電実験、この辺にしたいと思います。はい。ということでね、今回は、スパリーさんの 1000W の最新ポータブル電源の紹介動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。この電源はね、おさらいなんですけども、容量 1100Wh で、AC 出力はきちんと 100V で、周波数もね、50Hz、60Hz が切り替えが可能で、あと液晶ももちろん綺麗で、充電に関してもね、AC 充電、走行充電、それからソーラーパネルの充電と、今回やりませんでしたけども、PD3.0 のね、60W の充電も可能なんで、これめちゃくちゃ車中泊向きだね、電源だなというふうに思いました。で、僕はね、今までこちら、自腹で購入した電源を使ってたんですけども、こちらは AC 出力が 110V で、走行充電ができずに、バッテリー残量もメモリだけで分かりづらかったんですけども、スパリーさんの方はね、出力も 100V ちょうどで、走行充電ができて、液晶パネルもめちゃくちゃ見やすいんで、この電源はね、本当にもうめちゃくちゃ個人的に気に入ったんで、この電源をちゃんと使った上でのね、車両なんかをね、作っていきたいなと思います。で、ちなみにね、これらの 1000W 級の電源の中では、めちゃくちゃコスパも良くてから、性能も全然引けを取ってない電源ではあるんで、1000W 級の電源、ちょっと買ってみたいなというふうに考えられている方は、個人的にはね、すごくおすすめな電源ではありますんで、ぜひ、動画の概要欄の方にリンク貼っておきますんで、そちらの方からね、ちょっとリンクをクリックされて、商品の方を確認されてみてください。はい、こんな感じですかね。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。